あれスーパーセブンのフロントグリルが戻ってると思った皆さん、おはようございます。ガレージライフのお時間です。グリルは簡単に脱着ができる仕様です。乗っかってるだけ。前回エンジンとかミッションとかを下ろしてスーパーセブンのエンジンルームを空っぽにすることができました。でもまだ外装とか内装は一切手をつけてない状態です。このセブン、フロアから室内に水が侵入してくるっていうことで、シーリングの打ち直しもやらなきゃいけない状態です。で、内装とかがついたままだと、どこから水が侵入してきてるかわからないんで、一回全部外してチェックしていきたいと思います。あと、ハーネス、配線ですね。配線も接触不良があるって前のオーナーから聞いてたんで、その辺もチェックするために、細かい部品全部外して、見ていこうかなと思ってます。リアフェンダーとかテールランプ、シート、インパネ、ガラスとかフロント側のフェンダーもヘッドライトも今回は部品を全部外していきます。まずはフェンダーからフロントフェンダーから外していきます。ネジ4本で止まってるだけですね。外れました。リアフェンダーも外していきます。この中にボルト入ってるんで一回タイヤ外しちゃいます。ソケットのサイズは 18mm、 すっごい変なサイズです。よいしょ面白いですよ。シートベルトの巻き取りがここにいます。室内側にあるこれ3点式のねシートベルト、これが室内側こっから入っていってここに出てきますちゃんと見てなかったけどこんなとこにあったんだ。てっきり室内側にあると思ってたけど、そういえばトランクばらした時なかったっすもんね。全然気にしてませんでした。サスペンションとのクリアランスが超ギリギリ、指入らないぐらいギリギリです。サスペンション、ショックがオイル漏れしてますね。オイルムってギトギト状態です。ここのフェンダーの中にこうやって配線がいます。テールランプの配線ですね。ただこれギボシですね。全部ギボシで結線されてます。そう、フェンダーをボディに留めてるボルトがこうやってついてるんで、これを外していきます。取れました。前後フェンダー外し終わったんですけど、フェンダーない方がかっこいいっすね。2シーターの F1 カー、フォーミュラーカーっていう感じですね。めちゃくちゃかっこいいです。ほらどうですかこのアングル。絶対車検通らないけど。次ヘッドライト外していきます。なんかいろいろ怖いんですよねこの配線。まだちゃんと見てないんですけど、なんかね配線の取り回しがおかしい。取り回しじゃないな、つなぎ方か。純正でこれじゃないと思うんだけどな。ディーラー正規代理店でこういう配線にしてるのか、それとも乗り継いできたオーナーたちが配線をつなぎ直したのか、それはちょっとわからないんですけど、なんかね変な感じがするんですよね。なんか触っちゃいけないパンドラの箱というか、多分このピンク色の線はサイドウィンカー、多分日本の車検に対応させるために引っ張ってるんだと思うんですよ。でこれが取れた。
とりあえずどうつながってるかは写真撮っといたんで、あとはつなぎ直す配線加工はボディ組み付けるときに考えるとして、外せるだけ外しちゃう。で、戻すときはちゃんとテスター使って配線戻していきましょう。このパイプの中通ってんのか。っていうことは、これヘッドライト開けなきゃカプラーギボシがいないパターン。やっぱりそうだ。ヘッドライトの中で配線ギボシでつながれてます。こっちの線外して、こっからパイプの中から線抜いて引っ張ってこなきゃいけないのか。すげえめんどくせえ。これヘッドライトの中なんですけど、こんな感じでギボシで配線つながれていて、でここのねパイプ、ヘッドライトを支えてるパイプの中をね線が通ってるんですよ。でもこれギボシ外さないと多分線通せないんで、ここのパイプの穴が狭いから、多分ね配線引っ張ってからここギボシの加工をやってるっぽいんですよね。このままだとちょっと線外してヘッドライト外すことできないんで、ここの線切っちゃいます。で、後で配線加工やり直しましょう。めんどくさいけどどのみち線直さなきゃダメだもんね、これね。よし、いけ。切っちゃった。ヘッドライト取れました。これでここのパイプの中の通ってる線が抜けます。ここから線を抜いて、よいしょ。でさらにここのパイプの中に線通ってるんで、ここを抜いていきます。よいしょ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 。こういう感じ、こういう感じです。こういう感じ。はい、抜けました。ここのパイプの中にこの線が入ってて、こっち側にカプラーとか何にもいないんで、ここで脱着できないんですよ。だからヘッドライト外すためにはこの線抜かなきゃいけないんです。ちょっとこれめんどくさいですね。これ後で配線加工してヘッドライトの脱着もうちょっとやりやすいように直したいと思います。あとはここのボルト外して、このヘッドライトの本体、ここのパイプから外すことができます。よいしょ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 ー、取れました。うわー、これはすごくめんどくさい作りだ。反対側も同じみたいで、こっちにカプラーついてないんで、同じように配線切って外しちゃいます。よし、取れた。よし、取れました。このままエンジンルームの作業を続けます。外せるものを全部外していきます。よいしょ。エアホーン。ブレーキのマスター外しちゃいます。割りピン外してノックピン抜いて、なくさないようにノックピン戻して、ブレーキの配管外して、ブレーキフルード抜くの忘れてた。ブレーキフルード抜いちゃいます。よいしょ。うわすごいことになってます。ブレーキフルード漏れちゃってぐじょぐじょ。そしたら外した配管からフルード漏れてきちゃうんで、ここはねブリーダープラグ、ブレーキキャリパーにつけるプラグです。ブリーダープラグ、これをここにつけておきます。これでもうフルードは漏れてこないです。あとハーネスとか外せそうなもの外しちゃいます。全部結束バンドで止まってるだけなんで、結束バンド切って外していきます。エンジンルーム全部外し終わりました。
ステアリングラック、足回りだけこの後車出し入れすると思うんで、足回りはねつけたままにしてあります。それ以外の部品は外したような感じでございます。ブレーキのマスターシリンダーフルド漏れてたんで、ここの塗装がベロンベロンになっちゃってます。マスターのオーバーホール、そしてここは塗装のやり直しになりますね。やっぱりゴム部品は走行距離なくてもね、年数経っちゃうと劣化しちゃいますね。こっちはエンジンマウントです。かなりボロボロです。これね、ちょっと外しててびっくりしたんですけど、これ、ほら、取れちった。簡単に取れちった。運悪くこれがスコンって抜けてたらエンジン落っこってます。危ないですね。危なかったですね。これ交換になります。ボンネットのクッションゴムとかも結構ボロボロでね、張り替えようと思ってるんで、これも剥がしちゃいます。よいしょ。よいしょ、気持ちいい。このぐらい綺麗に剥がれてくれるといいね。よいしょ。ダメだな。両面テープがうまいこといかないです、ここ。マジか、残念。そういう時はトレーサー、これで剥がしていきます。ちょっとエンジンルームが油汚れて結構汚いんで、一回洗剤で洗ってきれいにしてみたいと思います。どのぐらいこれがきれいになるのか。エンジンルームは結構オイルが飛び散っちゃってギトギトな感じですね。うわー、すげえ油。ねちょーっとする。あ、でも落ちるね。結構落ちますね。お、結構落ちたんじゃない？あ、こんだけ落ちりゃ十分だよ。だいぶ綺麗に落ちました。名車再生スーパーセブン。チャンネル登録よろしくね。室内ばらしていきます。ドアのステはシートベルトと友締めです。シートベルト外せばドアが外れます。そういえばこのシートリクライニング的なものはないのかな。今更だけど。なんかそれっぽいレバーあるんですけど、シート動かない。あ、動く。若干動く。レバーがあって、そのレバー引っ張れば、なんか普通の車のシートと一緒ですね。レバーあって、レバーを動かせばシート動くんですけど、めちゃくちゃ動き悪いですね。もうちょっと前でないかな。取れた。シートはただ汚れてスライドが動き悪いだけみたいです。ここにレバーがこういうのついてます。そしてリクライニング機能はなしですね。この背もたれの角度固定です。よいしょ。運転席側もドアとシートと外しちゃいます。お、やった60円ゲット。今月のお小遣いがちょっと増えた。
助手席の足元にさらに10円、70円。だいぶすっきりした。あとインパネ外せば終わりですね。ダッシュボードっていうのかな。ここ外したらどんがら状態になるんですけど、これ普通に外せなさそうで、これリベットで止められてます。リベットで。でここね、ドリルが全然入らなそうで、どうやって外すのかちょっとググってみたら、なんとこれは外さずにこっちのパネル外すみたいです。カウルトップっていうか、正式名称スカットパネルだったかな。こっちを外してばらすことができるみたいです。ガラス外して、このスカットパネルこいつ外してやっていこうと思います。あとね、もう一つ調べてて気づいたのが、ここについてたドア、これですね。これどうやら手作り品みたいです。これ純正とかじゃないみたいです。もともとケータハム、この形が純正みたいですね。ドアがないというか、このオープン状態。そしてこのアクリルパネルみたいなのはアフター品だそうです。これ刺さってるだけなんですけど、こういうの、これがアフターパーツで、純正はここにドアがはまるそうです。これがそうです。これが純正のドア。これだ。これでいいんだ。そういうことなのね。そう、今回ホロもね、セットで付属品としてもらってきたんで、このホロの部品だと思ってたんですよ。ホロをつけるときにこのドアにつけるみたいな風に思ってたんで、すいません、ロールバーみたいなの外しちゃったからホロがちゃんとつけられないんですけど、ホロを外してオープンにするときはこのドアも取り替えるもんだと思って、僕てっきりこれが純正のドアなんだと思ってました。違ったみたいです。ドアの材質は革っぽいですね。革っぽい生地にビニールの窓で、ここ体に当たる部分は布が貼ってあります。これが純正のドアですって。ちゃんとね、肘が入るようにここちょっとくぼんでるんですよ。ほら、こうやって見ると分かるか。こういう風にね、ドアの逃げもついてます。すみません、また話が脱線しちゃいました。次、ガラスとこのスカットパネルと外していきます。これが正しいのか、これが正しいのか。なかなか日本車と違う構造してます。ワイパーの取り付け、こっちにはボルトとか何もついてないです。ここにスプラインが切ってあって、こっちに刺さるみたいです。ワイパーアーム自体はこっちにナット止めされてないです。スプラインで刺さるだけ。ルームミラーは両面テープで固定されてました。取れた。両面テープです。これでガラスが外れるね。いけるね。なんか線がつながってる。ヒーターだ。ヒーターがつながったままだ。よし。これで外れる。取れた。フロントガラス取れました。そしてこの横側止めてるリベット、これ揉んで外します。よいしょ。これで外れるっぽいですよね。コーキング切らなきゃ。コーキングで止まってるんで、コーキングで切り離します。よいしょ。
よし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 、外れる外れる、これでいける。来た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 。アルミパネルだから力入れて引っ張ったりとかできないんで、かなりこう様子を伺いながらっていう感じです。取れたー、取れたー。これは難易度高いわ。スカットル取れました。スカットル外し終わりました。だいぶすっきりしましたね。この黒い部分、これはボディに直接溶接でね付けられてるんで、これフレームとして外すことができません。でこれにインパネが直接ねリベットで固定されてる感じですね。これスカットルがついた状態だとドリルで揉んだりとかできない角度でついてるんで、スカットル外さないとこれ外せない感じです。そして裏側は配線の取り回しとかはこんな感じです。一部 ETC がついてたりとか、あとホーンいじられてたりとか、ラジエーターのファンが強制スイッチに変わってたりとかでちょこっと配線いじられてるんですけど、ほとんど純正のままっぽいですね。ヒューズボックスはここにありました。助手席の足元にありました。これが純正のヒューズボックスです。だいぶすっきりしましたね。いやーすごい。よくここまで外したね。我ながらよく思う。室内側はこんなんですね。シートなくなって。あ、そう、室内ばらしてて、ちょっとね、やばいのに気づいちゃったんですよ。これガソリンホースなんですけど、燃料タンクからエンジンまで引っ張ってるガソリンホース。後ろ側回るとこういうゴムホースがついてて、でここがねシリコンホースかなんかちょっと柔らかい感じのパイプ使われてます。ここ見えますか？ボディにね当たってるんですよ。でこうちょっと塗装が剥げたような、汚れが落ちたような感じになってますよね。これホース側もねちょっとえぐれてるんですよね。これそのうちガソリン持ってきそうなんで、これ交換します。なんだったらもうここをシリコン的なこういうホースじゃなくて、ちゃんとしたパイプ、鉄パイプで引っ張って後ろから前側までエンジンルーム引っ張ってこようと考えてます。こういうブレーキのパイプみたいなこういうので引っ張ってありますよね、日本車ね。でもケーターハムはこういうなんか柔らかい感じのホースというかチューブというか、こういうのです。今とりあえず考えてるのは、やっぱり解体車から鉄パイプを買ってきてそれに付け替えようかなって考えてます。ただケーターハムのこのボディサイズというか取り回しに合うようなの探さなきゃいけないんで、もうそこはやっぱり松さんですかね。まだ何にも連絡してないですけど、多分この動画が上がるまで連絡せずに置いとくと思うんで、多分今この動画見て松さんびっくりしてると思うんですけど、ここのガソリンパイプ松さんにお願いしてちょうどいいやつ取ってもらおうかなって考えてます。はい、松さんこれから連絡しますんで、ガソリンパイプ、ヒューエルパイプお手数なんですけどよろしくお願いします。連絡します。さすがにこれはまずいっすもんね。ガソリン持っちゃいますもんね。これは危ない。多分スーパーセブン乗ってる人たちからしたらそんなのはね日常茶飯事だよ、そういう場所いっぱいあるよって言われちゃうかもしれないんですけど、持病だよそんなのって言われちゃうかもしれないんですけど、さすがにこれちょっと怖いんでね、今回しっかりと直しておきたいと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。外した部品ここに並べてみました。スカットル、前後フェンダー、細かい部品たちはこうやってカゴに入れてストックしてあります。部品の数自体はねやっぱり少ないです。2シーターだし作業ね楽なんですけど、ただ部品の固定方法がねボルトナットで留めてある部分がすごく多いです。まだこういう風にねフレームにナット側が溶接されてて、
ボルトだけ回せば部品取れますっていうのだとすごく楽なんですけど、こういう風に穴開けてあって、こっちからボルトを入れて、で裏側からナットで留めるみたいな、そういうところがすごく多いんで、すごく作業やりにくいです。作業性が悪い。かといってあちこちね、ナッターでナット作ると今度それが空回して外す時大変になっちゃったりとかしますからね。なかなか下手にナッターも打てないと思うんで、まあ仕方ないのかなということで、今回こういう感じで、内装そして外装全ばらしという感じで作業をやりました。一応ここメーターの配線とかはしばらくこのままにしておきます。下手に配線外しちゃうと元に戻せなくなっちゃったりとか、ところどころね、カプラーとかギボシとか、配線の作り直しもやらなきゃいけないところもあったりするんで、一箇所ずつテスターでしっかりチェックして配線の引き直しみたいな感じで作業をやっていきます。だからばらさないでしばらくこのまま作業をやるときまでこのままにしておきます。あと足回りね、足回りもしばらくつけたままですね。この後板金塗装で多分粉まみれ塗装まみれになっちゃうんで、その時車を外にね出せるように足回りはつけた状態で置いとこうかなと思ってます。多分こんだけね物を下ろしてしまえばだいぶ車軽くなったと思うんで、ね、ガソリンタンクとかシートとか、あとエンジンミッションと重量物は全て外してしまったんで、だいぶ手押しがね楽になると思うんですよ。塗装する時だけケーターハム外に出して作業をやるっていう感じで考えています。最後までご視聴ありがとうございました。今後の動画の続きが気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。また次回もご覧ください。バイ。